皆さんこんにちは、ゆりこです。今、私は箱根登山鉄道の車内にいます。箱根で線路沿いに咲く美しいアジサイを見るためにやってきました。残念ながらすでにライブ配信を終えて、今は帰路。でもこの箱根登山鉄道は非常にユニークで面白い電車だったので、皆さんにご紹介したいと思います。この箱根登山鉄道は箱根湯本から強羅までの 8.9km を約40分かけて山間を走る日本で有数の本格的な山岳鉄道。1919年開業の歴史ある電車で、粘着式鉄道では最も急勾配となる 1000m 進んで 80m 上昇する層、そして急勾配を登るため列車が前後交代を繰り返すスイッチバックを3回ほど行います。運転士と車掌が途中で入れ替わるユニークな運行。また自然の絶景と四季の彩りを味わうことができるのも魅力の一つ。春は新緑、夏はアジサイ、秋は紅葉、冬は冬景色。例年6月中旬から7月中旬にかけて約1ヶ月間運行される電車をアジサイ電車と呼んでいます。この期間中、箱根湯本から強羅駅までの区間で車窓から約7000株のアジサイを鑑賞できます。また夜間にはライトアップも実施され、夜のアジサイ号という観光列車も運行されます。さて、実はこの箱根登山鉄道はスイスのレーティッシュ鉄道と姉妹提携をしています。というのも1912年箱根登山鉄道の前身企業の技術者だった半田氏は、箱根登山鉄道視察のためスイスを訪れました。グラウビュンデン州でベルニナ鉄道に乗った半田氏は、その技術的天文性と目を見張るような山岳風景の両方に強い感銘を受けたそう。半田氏は視察の内容を記録し、帰国後に日本初の山岳鉄道の設計を始め、7年後に箱根で 8.9km の路線が開業しました。そのため面白いことに、鉄道の名前には姉妹提携にちなんで次のような名前が付けられています。1000系についてはベルニナ号、2000系についてはサンモリッツ号、3000系についてはアレグラ号。私の人生でやりたいことリストのトップ10にスイスに乗って美しい山岳鉄道に乗ることがあります。この箱根登山鉄道でさえこれだけ美しい景色を楽しむことができるというのに、スイスに行って窓から見える美しい山々の景色を見たら何を思うのだろうか。さて、実はこの箱根登山鉄道には面白い駅があります。今日はその駅で少し寄り道をして探検してみたいと思います。たくさんの美しいアジサイがある駅の名前は遠野沢駅。
さて、ここで電車を見送りたいと思います。バイバイ、アレグラ号。実はこの赤い車体もレーティッシュ鉄道を模倣したらしい。トンネルに吸い込まれていく様子を見送りたいと思います。はい、話は戻りますが、実は私、今神社の中にいます。ここは深沢銭洗弁財天という神社。ホームからすぐにお参りできる自然に包まれたパワースポット。大正時代に遠野沢温泉に宿泊していた実業家の夢に白蛇が現れたことがきっかけで、大正15年に清水が流れているところに小さな石造りの社を建ててお祭りしたのが始まり、弁天癒しの水といって、境内の水でお金を洗うと何倍にも増えて金運向上のご利益があると、経済界や商人の方々から信仰されていたよう。実は奥にも神社があるようです。冒険心がくすぐられますね。人がいない穴場的な神社だけど、決して荒れているわけではありません。ご祭神はセオリツ姫の狼と呼ばれる神様。水の神や祓い神、滝の神、川の神であり、水を治める神様、祓い清めの女神です。そして白蛇の化身とも言われています。まさか駅のホームの隣にある神社がこんなに自然に囲まれた静かで美しい場所だとは思いませんでした。神社の脇を流れる沢や境内にある池の水の音が心地よく、森の空気や水の音に心も体も清められる感じがしました。皆さんも箱根登山鉄道に乗ったらぜひ行ってみてくださいね。箱根湯本駅まで戻ってきました。さて、今朝は家を6時半に出たのですが、撮影のため飲まず食わずでした。ライブ配信中にフォロワーさんがこれで美味しい朝食とコーヒーをとサンクスをギフトしてくださったので、美味しいブランチを探しに行きたいと思います。箱根は標高が高いためか比較的涼しいものの蒸し暑さはあります。何を食べようか悩みますが、さっぱりとした涼しいものが食べたい気分。箱根にある有名なお蕎麦屋さん、初花さんを探して歩く。前にいた時、実はお店の前に長蛇の列ができていて諦めたことがある。今日は平日だからさすがに
そこまで混んでいないことを祈る。水を一切使わず、自然薯と卵だけでつなぐそば。コシがあり、せいろや山かけが人気だそう。この初花そばは、大正14年に勤めていた洋服店が潰れてしまった24歳の青年が、小田原でたまたまそば屋に行って、これなら俺にも作れるんじゃないかと創業に踏み切ったそう。そんな初花は本店と新館がある。今日は本店はやっていないと聞いて新館へと向かう。道中もお土産屋さんがたくさん並び、誘惑がいっぱいの箱根。ここ箱根湯本は1200年もの歴史を持つ日本屈指の観光地である箱根温泉郷。奈良時代に開湯した箱根のため、最も古い温泉地とも言われています。さあ、もうすぐ初花の新館に着きます。ワクワクが止まりませんね。目の前に広がる初花の新館。ここで残念な話がありました。実は今日は定休日でした。こんなに暑いのに戻らなければいけないと聞いて絶望しながら歩いています。しょうがないので別のお店に行くことに。茶房内田さんにやってきました。たくさんのメニューがあって何にしようか迷いますが、そうめんセット980円を注文したいと思います。夫婦で切り盛りしていると思われる昭和っぽい雰囲気の喫茶店。久しぶりの水分補給、グビグビ飲んでしまいます。ここで衝撃的な事実、なんと撮っていたと思っていた動画が撮れていませんでした。せっかく美味しいそうめんを食べたのにショックすぎる。ということで次はコーヒーを見つけに行きたいと思います。今日は6時半起きだったのですごく眠い。なのでカフェインを胃に流し込みたいと思います。どこかに美味しいコーヒー屋さんないかなと思いながら、気づいたらすでに駅に到着してしまいました。もうコーヒーは諦めるしかないかもしれないと思いつつ、駅の中に入るとここで見つけたのが箱根カフェ。まるで救世主のような存在。店内が広々としていそうなのでコーヒーを楽しめそうです。オーダーしに行きます。箱根ロールのドリンクセット700円をオーダー。何が
箱根のスペシャリティなのかわかりませんが、地名が入ったスイーツはご当地感があって嬉しい。リュックにはたくさんのカメラが入っているので正直重かったです。でもこうして朝のコーヒーを飲むことができて本当に幸せ。こちらが箱根ロール。袋を開けていきます。数日前に食べたコーヒー尾形のロールケーキが忘れられず、箱根ロールを頼んでしまった。さてどんな味かチェックしていきましょう。むむむ、これは美味しいぞ。生クリームがたっぷりなのも嬉しい。パクパクと手が止まりません。さて、箱根登山鉄道箱根湯本駅はどうでしたか？かつて温泉地として栄えた箱根、今少しずつ形は変えていますが、それでも自然と人が共生する街並みは変わらず美しい。今日も最後まで動画を見てくれてありがとうございました。このチャンネルでは引き続き鎌倉を中心とした場所でおすすめスポットを発信していきます。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。